私は自分が祝福2世であることすら知らずに生きてきました。両親は私が生まれた直後に教会を離れ、信仰教育を受ける機会もないまま育ちました。そんな私が20歳の頃のことです。仕事帰りの街頭である宣教師に出会い、伝道されました。そうして生々を立てている中、突然母から電話がありました。以前、修練会への参加を強く反対してごめんね。今、家庭連合は大変な時期だけれど、あなたたち夫婦が証ししてほしい。神様があなたたちを導いておられるという言葉をくださり、本当に奇跡のような瞬間でした。私は第16次霊性修練会に参加している上田教会所属6500層羽田啓治イム4妃家庭の次男、愛する妻羽田綾乃さんの夫羽田博と申します。今回の修練期間の中で私にとって最も大きな変化は両親に対する心の変化でした。その背景をお伝えするためにこれまでの私の歩みを少し振り返りたいと思います。私は自分が祝福2世であることすら知らずに生きてきました。両親は私が生まれた直後に教会を離れ、信仰教育を受ける機会もないまま育ちました。誠の父母様、天の父母様、統一教会、統一原理、それらは私にとって聞いたことも見たこともない言葉でした。そんな私が20歳の頃のことです。仕事帰りの街頭である宣教師に出会い伝道されました。当時の私は人生の目的を見失い、退廃的な生活に沈み、絶望の中で生きていました。世の中の子女でもしないような親不孝を繰り返しさまよっていた私にとって、誠の父母様との出会いは人生を根本から変える出来事でした。誠の父母様の愛と真理を通して何度も新しく生まれ変わるような体験を重ね、多くの方々の愛と助けによって今日まで歩んでくることができました。ある日ふと両親の結婚の話が気になり尋ねたところ、両親が統一教会の祝福結婚によって一つになったことを初めて知りました。その瞬間、自分が祝福2世であることを知りました。何も知らずに生きてきた私を再び父母のもとへ導いてくださったのは、天の父母様が決して私を諦めなかったからだと感じました。たとえ両親が教会を離れていても、かつて両親が捧げた聖々と先祖の功労があったからこそ、今の私があると確信しています。23歳の時、なぜ天は私を呼ばれたのか、私の使命は何かを知りたくて、千葉の21日修練会に参加しました。天津園で祈る中で、士族メシアの使命を果たしなさいというお父様のメッセージが心に伝わり、その瞬間から両親復帰のための私の歩みが始まり、それ以来これを天との約束として今日まで歩み続けてきました。両親を復帰したいという一心で孝行を尽くす中で、親にはべる恵みを深く感じることができました。しかし一方で、私の信仰に対して中立的で再婚を望む父とは対照的に、信仰と再婚に反対する母との関係は次第に悪化していきました。会話をするたびに不安と緊張が募り、その後体にも異変が現れ始めました。そんな中、大きな転機がありました。今年4月に一般40日修練に参加し、本格的に天津園で聖々を捧げ始め、両親のための湖名祈祷を続け、今回の第16次霊性修練までに累計43万回の湖名祈祷を捧げました。すると信じられない奇跡が起こりました。まだ信仰を持っていない父が、それまで全く進展のなかった
先祖解怨祝福のすべての経済的部分を支援してくださったのです。そして特別解怨夫婦での一般40日修練参加、そして今回の霊性修練会への参加までも実現することができました。多くの不足がありましたが、ただ一つ、誠のお母様の御言葉に従ったという一点によって霊界が確かに働いてくださったことを実感しました。今回の霊性修練会に臨むにあたり、霊界を動かし、両親のために少しでも生々を捧げたいと思いました。集中祈祷会に参加した時、ある修練生の証を聞きました。母の愛を通して誠のお母様の心情を感じたという内容でした。その瞬間、私の中に長く埋もれていた母への深い不信感があふれ出しました。泣いて止めても家を出て行った母。韓国へ旅立つ時に一度も振り返らず笑顔で去っていった母。人生で一度だけのお願いと言って祝福式に来てほしいと頼んでも来てくれなかった母。そのすべての光景が蘇り、胸が締め付けられました。今では母にも様々な事情があったことを理解していますが、本当に母は私を愛してくれているのだろうかという以前からの疑念は心の奥底から拭い去ることができませんでした。複雑な気持ちのまま合心共鳴祈祷に臨み、私は切に祈りました。確かに私の中には藩があるかもしれません。でももうそれでもいいです。たとえ藩があったとしても、私は両親を愛していきます。誠の父母様のように泥臭く綺麗でなかったとしてもこの道を行きます。たとえ天の父母様が反対されたとしても私はこの道を行きます。そう決意して祈ると涙が止まりませんでした。そして過去の多くの記憶がよぎりながら、これまで本当に大変だったけれど、それでも私は多くの人に支えられて幸せでしたと祈ると、再び涙があふれました。その涙は私の決意以上に私の喜びを共に喜んでくださる天の父母様の涙だと感じました。そうして生々を立てている中、突然母から電話がありました。以前修練会への参加を強く反対してごめんね。今家庭連合は大変な時期だけれど、あなたたち夫婦が証ししてほしい。神様があなたたちを導いておられるという言葉をくださり、本当に奇跡のような瞬間でした。その後私は誠のお母様が愛される母をもっと愛したいという思いで、毎日母への感謝の点を10個ずつ書くという生成を続けました。その過程で母の愛を再び感じ、どれほど自分が親不孝だったかを痛感し、深く悔い改めるようになりました。見えなかった母の愛を思い出し、母への親しさと愛が心の奥深くに芽生えました。母との関係が回復したことで、誠のお母様との心情的距離もさらに近くなりました。はじめは天との約束、使命として始めたこの道でしたが、今では完全に私自身の夢にもなりました。どんな困難があっても言い訳をせずに進んでいきます。今や両親が私の幸せと結婚の成功を心から喜んでくれることを知ったので、私は妻を第一に思い、妻を最も愛し、幸せな家庭を築くために全力を尽くしていきます。妻と共に実態で真実を証しする歩みをしていきます。ここまで不足な証しを聞いてくださりありがとうございました。